数十年もの歴史を積み上げてきたガンダムシリーズ。壮大なサーガの裏側には、制作現場の切実な裏事情から知られざる設定、ビデオが擦り切れるまで見たあの名場面や、あの名機の意外すぎる誕生秘話まで多種多様なエピソードがあります。そこで今回は公式のインタビューや書籍でソースを確認できた話に絞ったガンダムのトリビア7選を紹介させていただきます。アムロ生還シーンが生まれた本当の理由。機動戦士ガンダムの最終回といえば、ラストシューティング、アムロとシャアの宿命の対決など、数々の名場面が生まれた至極のエピソードです。中でも、崩壊するアバオアクルから、アムロがコアファイターで脱出し、仲間の元へ帰る場面は、ガンダムを象徴する名シーンとなっています。そんな感動の脱出劇ですが、実は、監督の偶然の気づきから生まれたということが明かされています。最終話、主役機であるガンダムはいわゆるラストシューティングを経てジオングと相打ちになる形で完全に大破。ここで役目を終えたかのように思われましたが、劇中終盤要塞に取り残されたアムロが導かれるように大破した本機にたどり着き、コアファイターだけを分離させることで脱出にも利用しました。この大破してもなお主人の命を救おうとする者いらぬロボットの献身には多くの視聴者が心を打たれたでしょう。そんなコアファイターを利用した脱出シーンですが、書籍日経エンタテインメント2014年3月号に掲載された富野監督のインタビューによると、もともと構想にはなかった場面だったと明かされています。監督によると、インパクトを狙ってガンダムの上半身を吹っ飛ばしてみたら、スタッフの間であれまだ動くぞという話になった。実はコアファイターが残っていることに気づいたのは、上半身が吹っ飛ばされた後で、あの展開は偶然生まれたんですと語っています。つまり監督はラストシューティングの時点でガンダムを完全に退場させる気だったものの、後でコアファイターが脱出に使えることに気づき、あの感動の帰還シーンへつなげたのです。もし監督やスタッフがコアファイターはまだ動くのではと気づかなければ、45年以上経っても語り継がれる名場面は生まれていなかったのかもしれません。無重力でも髪型が乱れない理由。ガンダムといえば説得力のある世界観大きな魅力ですが、それを補強しているのが SF 描写でしょう。宇宙空間での戦闘や無重力状態の館内描写は、暮らしたことのない私たちがこれが宇宙で暮らすことなんだと感じられるほど説得力を持っていました。そんなガンダムの SF 描写ですが、ファンの間でも語り草になる疑問の一つが、なぜ無重力なのにキャラクターの髪型は一切乱れないのかということ。浮遊する物体がある空間で重力があるかのように髪が固定されている様には、思わず作画上の都合を感じざるを得ませんが、実は髪型を維持する驚きの裏設定がありました。劇中ではホワイトベースの乗組員たちが無重力下で食事をしたり移動したりするシーンがたびたび描かれます。無重力化らしく周囲の小道具がふわふわと浮き上がる演出がなされるものの、アムロたちの髪が逆立ったり顔にかかって邪魔になったりする様子はほとんど見られません。これは当時のファンも疑問に思っていたようで、ホワイトベースの無重力状態で髪はどうしているのですかという質問が編集部に届いていたとのこと。書籍アニメージュ1979年12月号に掲載されたファンのここが聞きたいガンダム67の質問によると、富野監督はこの最もな疑問について、ジオンにしても連邦軍にしても〇〇クリームという特殊なクリームがありまして、あのふっくらとした髪を固定させていますと説明していました。ちなみにずっと同じ毛量を維持できていることについても、富野監督は髪が伸びることについても、最初は登場人物がお互い床屋さんをやらせるつもりだったんですが、テレビにはまだ出していませんと語っています。無重力下でも微動だにしない髪にはちゃんとした理由があったのは驚きです。ただアムロたちのように髪型ががっちり固まっていたのは初期の作品に限った話で、Gレコなど後年の作品では無重力下で髪が大きく崩れる描写が見られました。そのためこの特殊クリーム設定は髪の動きを描く暇もないほど逼迫した当時の制作現場の負担を減らすための後付け理論だったのかもしれません。とはいえ富野監督はホワイトベースがあの形状で飛べるのはおかしいと考え、そこから
ミノフスキー粒子という設定が誕生していたりするので、いかにしてガンダムの世界を現実味のあるものにするかということに心血注いでおられたかがわかるのではないでしょうか。アムロが宇宙に戻らなかった世界線。一年戦争を経て英雄となったアムロですが、機動戦士ゼータガンダムでは連邦の監視や戦争で負ったトラウマもあって地球に軟禁状態となっています。劇中ではカツのシッタやシャアからの激励もあってティターンズとの戦いに身を投じることになりますが、作中で宇宙に戻ることはありませんでした。そんなアムロですが、実は二度と宇宙に戻れず前線からも引いてしまう未来も想定されていました。アムロはガンダムダブルゼータではすでに宇宙に上がっており、逆襲のシャアではシャアとの決着をつけるため宇宙を駆け回ります。そのため現在のファンからすればアムロが宇宙に上がるのは必然のようにも思えるでしょう。しかし当時の制作スタッフはアムロは二度と宇宙に上がれないと認識していたようです。実際書籍マイアニメ1986年5月号でガンダムダブルゼータへの展望を語った脚本の鈴木由美子氏はアムロの活躍について、アムロは部隊が地球に移ったら出るかもしれない、彼はもう宇宙に出ないでしょう、自分がもう宇宙へ戻れないことを悟る、それがアムロのゼータだったんじゃないんですかと語っています。さらに鈴木氏はダブルゼータでは完全に後援者になっちゃうんじゃないかなとも述べていました。つまりゼータ時点でアムロは重力に魂を引かれたまま戦士として前線に赴くこともなくなってしまう予定だったのです。人類の革新であるはずのニュータイプも結局は地球から離れられないというスタッフの認識がハマーンがガンダムダブルゼータで語ったアステロイドベルトまで行った人間が戻ってくるっていうのはな、人間がまだ地球の重力に惹かれて飛べないって証拠だろというセリフに表れているようにも感じられるのではないでしょうか。もし当初の想定通りにガンダムダブルゼータが作られアムロがただの支援者として終わっていたら、逆襲のシャアにおけるあの熱い決戦は存在しなかったかもしれません。アニメじゃないオープニングの日はガンダムダブルゼータといえば前作のシリアスさから打って変わってコミカルを前面に押し出した作風が印象的です。そのオープニングを飾るもシリーズの歴史の中でかなり異彩を放つ一曲となっています。映像も本編未登場のノンスリーブが突然叫ぶなど不思議なカットが連続して視聴者にこれは何が始まるんだと思わせるインパクトがあります。そんな独特なオープニングですが非常に抽象的な指示から生まれたということが明かされています。通常アニメのオープニングは作品の世界観を説明したり登場メカを格好よく見せたりすることに重きを置くイメージがある方も多いのではないでしょうか。一方ガンダムダブルゼータでは本編にどう関係があるのかわからないカットが連続します。宇宙空間を背景に人類の進化の過程が描かれたりコンピューターチップの基盤が画面いっぱいに広がったりと当時のロボットアニメとしては異質な学術的な雰囲気を漂わせる演出が盛り込まれていました。こうした演出が生まれた理由について書籍マイアニメ1986年3月20日4月5日合併号に掲載されたインタビューによると、オープニングの絵コンテを担当した滝沢俊文氏は知的を意識した結果だと明かしています。滝沢氏曰くオープニングについて富野監督からは知的にという抽象的な指示だけが渡されていたようです。このあまりにも抽象的すぎる指示に滝沢氏は非常に頭を悩ませ、最終的には科学雑誌などをヒントに知的に見えるカットを盛り込んだとのこと。そのカットこそがプロコンスルの頭蓋骨、アウストラロピテクス、原人、そしてアムロ、カミーユ、ジュドーへと進化していく描写だったのです。また滝沢氏はコンピューターチップがデカデカと映し出される描写についてもこれなら知的に見えるだろうという理由で差し込んだと語っています。緻密なコンセプトシートがあるわけではなく、監督の直感的な言葉からスタッフが懸命に正解を探して仕立て上げていく様は時代特有のライブ感があるのではないでしょうか。ゼータガンダムが途中退場するはずだったガンダムダブルゼータは前作であるゼータガンダムの直後から物語が始まる都合もあってアーナマやゼータガンダムをはじめ前作で活躍したメカが次々に登場します。
そんなダブルゼータですが、初期の段階では前作に登場したメカは途中で全て破壊するつもりだったようです。劇中ではダブルゼータガンダム登場後、主役機の座を譲ったゼータガンダムも退場はせず、ルール下の愛機となります。さらにグリプス戦役後、アーガマを離れていたマーク2や100式も再配備され、ゼータ、ダブルゼータとともにガンダムチームを結成し、エウーゴの数少ない戦力として第一次ネオジオン構想を戦い抜いていきました。このように前作の人気機体が登場し続けるのは、ガンダムシリーズのように続編が作られる作品では稀のように思えます。その一番の理由は、新しい主役機や物語が前作の影に隠れてしまうこともあるからでしょう。実際制作陣も前作メカを活躍させ続けるつもりはなかったようで、書籍マイアニメ1986年2月20日号によると、プロデューサーである内田健二氏は、前作に登場したメカはある程度出すものの、途中で壊すつもりだと語っていました。また100式についても登場させないと述べています。この理由について内田氏は、ウルトラ兄弟みたいになるとしんどいからと話していました。これは初期ウルトラシリーズにおいて、かつて主役を張ったヒーローたちが続編で散々な扱いを受けていたことを指して言っていると思われます。このことからガンダムダブルゼータでは、当初100式やマーク2に代わる新たなモビルスーツが登場する予定だったとわかります。その証拠に書籍ガンダムウォーズ2ミッションダブルゼータによると、1985年5月頃にはダブルゼータの中盤以降に登場するモビルスーツのデザインプレゼンテーションが行われていたと言及されていました。このプレゼンにはゼータプラスや B クラブに掲載された藤田和美氏デザインの100式機械、そして長野氏がデザインした幻の機体100式の稲戸が持ち込まれたようです。しかし最終的にはダブルゼータ、ゼータ、100式、マーク2からなるガンダムチームの登場が決定したために、これ以上ガンダムタイプのモビルスーツが増えることによる混乱を避けるという理由で、ゼータプラスなどの出番は却下されたようです。もし当初の予定通り過去メカが破壊されていたら、ダブルゼータはより独立した物語となっていたのではないでしょうか。ヤクト動画幻の機体名。逆襲のシャアではファンネルを装備したニュータイプ専用機が多数登場します。中でも兵器らしからぬカラーリングが施されたヤクト動画は、ファンの間でも印象に残っている方が多いのではないでしょうか。ギュネイやクエスが登場した本機はビラ動画のムーバブルフレームを元に設計されたニュータイプ専用機で、機体名に狩人の意味を持つヤクトを冠しています。そんなヤクト動画、実はデザイナーが独断で名付けた機体だったことが明かされています。もともとこの機体にはサイコ動画という名称が与えられていました。小説版逆襲のシャアベルトーチカチルドレンではこの機体名が採用されており、機体の外見も大きく異なっています。しかしデザイナーである五淵豊氏はこの名前がどうも好きになれなかったようです。書籍逆襲のシャアオフィシャルコンプリートワークスビヨンドザタイムによると、五淵氏は劇場版のデザイン案を提出するときにヤクト動画という名前を付けて出したところ、いつの間にかそれが採用されていたと語っています。また書籍五淵豊メカニカルデザインワークス1によると、狩人という名前を付けた理由について、五淵氏は本機をモビルスーツ駆逐型モビルスーツとしてデザインしたことに由来していると明かしています。また書籍ビヨンドザタイムのヤクト動画の設定画には、五淵氏自身の手書きで完全なニュータイプ用にギラ動画をベースに作られたもの、完全なニュータイプ用としては不良品、よってサイコ動画の開発に相なったわけという設定メモが書き込まれています。つまり映画に登場する機体こそ名前がヤクト動画に決定しましたが、設定上でのサイコ動画はヤクト動画の発展機として構想されていたようです。デザイナーが好きじゃないからという理由で変えた名前が30年以上愛されるスタンダードになったのは五淵氏のセンスゆえなのではないでしょうか。アルパージールの元ネタ。逆襲のシャアにてクエスが登場する巨大モビルアーマーアルパージール。一目で敵役とわかる神々しくもまがまがしいシルエットを持つ本機は、逆襲のシャアの緊張感を演出するのに欠かせない存在となっています。そんなアルパージールですが、もともと富野監督の構想には存在しなかった機体でした。
劇中でアルパージールは戦艦にも迫る巨大、無数のファンネル、そして圧倒的な出力のメガ粒子砲を持つネオジオンの最終兵器としてアムロたちの前に立ちふさがりました。このまがまがしい機体はシャアに飲まれ狂気に落ちていくクエスを象徴するマシーンとしても重要な役割を担っています。ただ富野監督の構想ではもともとクエスを最後までヤクト動画に載せるつもりだった上にモビルアーマーを登場させる予定もなかったようです。その構想に不満を感じたのが伊豆淵豊氏でした。書籍ビヨンド・ザ・タイムによると、伊豆淵氏は映画のラストにはもっと印象的な巨大な化け物のような敵が出てきてほしいと考え、独断でモビルアーマーのデザインラフを描いて提出したところ正式に採用されたと語っています。そんなアルパージールはジオングを元ネタにデザインされており、伊豆淵氏は当初本機をネオジオングと呼んでいました。名称以外にも口からビームを出した頭部のデザイン案の一つとしてジオングそっくりのラフが用意されていたりと、かつてのラスボスを意識させる特徴がふんだんに盛り込まれています。なお本機をデザインした時点ですでにサイコ動画はヤクト動画に名称が変更されていたので、空いたサイコ動画の名を本機につけてはどうかという案も上がったようです。最終的に本機はアルパージールと名付けられますが、ネオジオングの名前は後にガンダムユニコーンにて赤い彗星の再来フルフロンタルがかるモビルアーマーへと受け継がれました。ヤクト動画の件も含めて、もし伊豆淵氏が独断でアクションを起こしていなければクエスを取り巻く環境は大きく変わっていたのではないでしょうか。ということで以上、ガンダムトリビア7選でした。ラストシーンの奇跡的な帰還から名称や機体設定に隠された誕生秘話を振り返ってみると、ガンダムという作品がいかに制作現場のライブ感を大事に作られているのか伝わってきますね。こうした柔軟さこそガンダムという作品に色褪せない魅力を与えているのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。